男性の方がパンツ、使ってあるパンツとか買う文化、男性の使ってあるパンツとか買おうとは思いますか？自分はオナニー何回やるか週に。一番僕変わったフェチ聞いたのは目を舐めるっていうことは。キュンキュンしますね。ああ、するんだ。おお、なるほど。してもらいたい。Japón es uno de los países con más fetiches sexuales que yo conozco en el mundo, con cosas bizarras, con cosas muy originales, comprar lencería usada de mujeres, muchas cosas, que además vais a ver cómo confiesan, cómo desmienten, cositas sobre estos tabús sexuales aquí en Japón. Mi nombre es Kai, me dedico a hacer este tipo de vídeos aquí en Japón y recientemente un poquito más, así que si te gusta este tipo de vídeos suscríbete y ahora sí, dentro vídeo. 日本では結構いろんなフェチがあるじゃないですか、いろんな変な変わったフェチ。一番変わったフェチはどんなフェチですか？ね、意味わかんないのはフードフェティッシュ。確かに日本では人気ですよね。コスプレとかの文化が他の国とかに比べて発達してんのがやっぱ日本人を変態にしてんのかなって思います。一番やばいのはおしっこの見たい人とか女の人のおしっこしてるところを見るのが好きな人とかいますね。そういうの結構聞こえる？日本では。日本人ぐらいじゃないかな。どういうフェチが一番変わったか。それはもう大先生に分かりましょう。大先生、はい。お酒含んで舐めるとか。なんかそういう行為舐めるとか。カットカットカット。なんか唾液を飲ませるみたいな。ちなみに経験ですか？それは。違います。うなじとかは結構聞く。うなじ。女性の首のところ。ふとした時に見える首筋が好きって人多いですよね。よく聞きます。あとなんだろう、血管とか。ああ、そう。それこそ血管とかね。うんこを男性にするのが好きらしくて、それでもう普通に女とかになんかお金出してなんかちょっとうんこしてくださいとか言うんですよ。一番変わってるフェチか。目を舐めるとか足舐めとか。あ、足舐めぐらいだったら全然。おお。どんな足が好き？ It's a difficult question, you know. It's my fetishism is no YouTube. 2位の何がちょっと美しいか。隠されたり隠されなかったり、やっぱなんかこう見えたり見えなかったりで、見えたらあ、この人の膝はこんな感じなんだみたいなありますね。なるほど。自分だってモザイクって反対してないし、そのおかげでいろんなフェチが広がるから、結構好きです。男性の方がパンツ、使ってあるパンツとか買う文化あるじゃないですか。それについて自分はどう思いますか？ Let's rock. Let's rock. 男性の使ってあるパンツとか買おうとは思いますか？彼氏のパンツだったらそう好きなみたいなものは買うんですけど、でも正直ちょっと僕は気持ち悪いですけど、日本人変態なんでそれもカルチャーですよね。確かに。例えば誰かにパンツ買いたいって言われたらいくらぐらいで売りますか？5万。5万。安。さすがにそんな安売りしませんよ。1万で。女性として。彼女からもらうんだったらいいけど。彼女から彼女のパンツもらうの？やだよ。買ったことはありますか？女性のパンツを？ある。そういうところどこが好きっていうちょっと説明してもらえますか？どこが好き？彼しか知らないかも。僕らわかんないから彼しか知らんかも。結構いいじゃないですか。いやだって普通に相手が商売しててこっちは買いたいし別に悪いことはないと思います。そう日本人は結構子供っぽいことがちょっと興奮するじゃないですか。それについてどう思いますか？気持ち悪いだと思います。実はなんかそういう人が注目されちゃうから日本人がそういうイメージってなっちゃうのが嫌だか、日本人として嫌だかな。
やっぱりそれこそさ、なんか絶対領域、なんか制服好きな人とか、なんかやっぱ日本で JK とかひどい人やと JC 女子中学生好きとか。自分は中国のハーフなんですけど、10年中国住んでて、やっぱロリコンはなんかいないですね。日本なんかいっぱいいます。あるね。なんかアニメでなんか昔からそういうロリコンとかがずっとあったから、そういう人もいるんだみたいな認識そうだからあんま持ってないけど、なんか同行したらまあ犯罪者。まあでも多様性の時代ですから多文化共生大学で学んでるんですよ。いやまあ別にそういう文化があるのはいいかなと思う。個人的にはそれはないけど、特になんか海外に比べると日本の方がそういう人が多い印象はある。結構可愛いっていう文化が結構古くから根付いてる分、自分自身もそこまで違和感は多分なかったけど、大きくなるとなんかちょっと異質さみたいなところはちょっと見え隠れはするので、まあそれを良しとするかはまた別だなとは思いますけど。僕はあんまり年下の人に魅力感じないです。社会では結構あるじゃないですか、日本では。そういうのはどう思いますか？まあ思考なんで別に否定はするつもりないですけど、まあだからその法律に徹しなければ別にいいんじゃないかなって思います。僕年齢差によりますね。20歳の人がどうでしょう、中1、まあ、13歳をっていうのはちょっとまあ問題があるんじゃないかなとは思っちゃいますね。結婚前提に考えだったらまあ別にまあ7歳差なんで、まあ、別に問題はないかなと思うんですけど、日本では結構セックスのおもちゃは結構いっぱいあるじゃないですか、いろんなの。自分は使ったことはありますか？ Never 内緒。僕テンガは1回使ったことあります。はい。海外の方にちょっとおすすめしたいですか？それとも興味本位で使っただけだから何とも言えないけど、やってみるのは別にありだなっていう。はい。使ったことないです。ない？ゼロ？マジで？マジ。あんの？あるある、絶対にある。テンガを使ったことはありますか？あります。テンガはなぜおすすめするかっていう。ちなみにね、人によっては点が入らない、多分海外の人は点が入らないんですよ。本当に入らない子がいて、壁ドンについてこうやってパン。いやー、壁ドンしまくって女の子キュンキュンさせたいですね。壁ドンの今ちょっとトライしてみます。Gacho y novia. Esto es el cabedón, chicos. Ahí lo tenéis, el ejemplo perfecto. 海外だとちょっとショックかもしれないので、あれでドキドキできるのは漫画とドラマだけ。そう、リアルは全然違うと思いますので、キュンキュンしますね。するんだ。おお、なるほど。してもらいたい。おお、なるほど。どういうところが壁ドンのちょっとキュンキュンするつうか。なんか距離近い。急になんか空気感変えるみたいな。ギャップ？絶対領域って聞いたことありますか？ある。そう。覆われてるものと見える見えないギリギリのところがなんかたまらんっていう人じゃない。でも絶対見えないけど肌質が分かるのがいいって感じだと思う。それはどう思いますか？でもなんか日本人っぽいかもしれないですね。そこはちょっとなんかオタクっぽい感じはある。なんか高校生は制服とかだからこう嫌でも履かなきゃいけないけど、アニメとか AI、like 初音ミクみたいな、そういうこう実在しない人たちが履いてそういう興奮するみたいな描写があるから、そういうイメージ持っちゃってる。それさ、海外行って思ったんですけど、日本っていわゆるその絶対領域、そのパンツを盗撮する人いるじゃないですか。アメリカでそういうの聞いたことなくて、多分日本だけなんかなって。やる人の気持ちも分からんけど、やっぱ日本変態なんやなってちょっと誇らしくなりましたね。確かにそう。説明してもらえますか？絶対領域っていうこと。なんか例えば体のラインとかそういうのが出てるとすごい興奮する。だからパブリックで私たちがこうやってクロップトップとか着るのも制限されるし、そうやって服の制限がすごい日本は多いと思います。私は 100% 日本人なんですけど、結構なんか海外のカルチャーとも交わってる日本人なので、考え方は違うなと思います。なるほど。めんどくさい。マジでめんどくさい。制限あるから、もう着たい服が着れないから、それは悲しいです。すごいめんどくさい。大好きですね。
確かに隠されてる方がね、どういうところが興奮するかっていう。でも隠れてるのがやっぱいいんじゃないですか。なるほど、隠れてるものを最後脱がすわけだから。なるほどね、ミステリアスみたいな。ミステリアス。なるほどね、なるほど。まあいいんじゃないですか。いいの。まあちょっとねグレーなところなんですよね。まあ大人で制服着て同じことやってれば同じじゃないかなって。でも結構日本人って大人でも学生に見える日本人って結構あるんじゃないですか。だからちょっとグレーですよね。難しいかも。刃って好きですか？刃。ナチュラルで綺麗だと思いますよ。こちらはなぜ刃が好き？なんか普通に友達とか刃の子見ると可愛いなって思うけど、でもその子にとっては気にしてるかもしれないから嬉しい人だけじゃないかもしれないな。刃でも俺結構好きかも。可愛い。どういうところが好き？刃に。なんか綺麗な人ほど刃があったらちょっとなんかキュートで、そのギャップが可愛いかなって。その笑顔ちょっとビューティフル、綺麗な人でもなんかここがちょっとなんていうの、子供っぽくてキュートに感じるからギャップでいいかなと思う。なるほど。めっちゃ可愛い。可愛い。大好き。刃ありますよ。やだ。なんかアニメっぽい顔、なんか猫顔みたいな。なんか笑ってる時なんかニャンって可愛いなーって。まあいいなとは思います。上の刃とか僕も可愛いなって思います。まあ刃見えるぐらい笑ってるんで、まあ嘘の笑顔じゃないんじゃないかなっていう意味で、まあ本当に笑ってくれてるのかなっていう考えですね。一番僕変わったフェッチ聞いたのは目を舐めるっていうことは、それは結構日本では流行ったみたいです。どう思いますか？キモい。やめた方がいいと思う。比べたらなんかうんことかに比べたらいいんじゃない？比べたらいいわ。まあまだ正常だよね、普通に。だって何もダメージないんですよ、普通に。まあね、わかんないよ。逆に綺麗にしてるんですよ、この目玉を。自分は何回週にオナニーしてますか？8。1から2かな。マジで？マスターベーションのバージャイラオンリーカムシャッツ。オタクって週に何回コーヒーを飲んでるんですか？ちょっとまあ結構まあ普通じゃないですか。それ首絞めてほしいって言われたことありますね。まあちょっと僕できなかったですね。優しいんでごめんなさい。なるほどなるほど。Un vídeo sin absolutamente ningún tipo de filtros y sin tabús. Espero que os haya gustado, como siempre, este formato de entrevistas de noche en Japón. Decidme, por favor, cuál ha sido el fetiche más chocante y si conocéis de alguno que sea aún más perturbado, por favor, déjamelo aquí en los comentarios, que os leo siempre. Y como siempre, watashi no namae wa Kai desu. Mata tsugi no video de aimashou. Sayonara.